本動画の結論。サポート設定のポイントは隙間のバランスが大切。スライサー設定を詰めればより良い作品ができる。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんはサポートはよく使う方でしょうか？前回の動画ではめちゃくちゃ剥がしやすい専用サポート材についてご紹介しました。そして今回もサポートについてです。ただ今回は専用サポート材ではなくモデルと同じ材料、つまり1種類のフィラメントだけを使うケースです。どちらかというとこっちの方が一般的に使われていて、専用サポート材を使う方が稀です。1種類だけの樹脂の方がコストも安くていいんですが、剥がしにくかったり接点部が荒れてしまうということもあります。ただ最近のスライサーソフトの性能はとても向上しているので調整しやすくなっています。そこで今回は剥がしやすくて仕上がりがいいサポートの設定について探っていきたいと思います。検証要素が強いのでちょっと聞きにくいかもしれませんがご了承ください。また今回はバンブースタジオ以外にもキュラやクリアリティプリントなどの代表的なスライサーソフトの設定方法もそれぞれ解説したいと思います。サポートが剥がしにくい、サポートが接している部分が荒れてしまうなどのトラブルを抱えている方はぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、サポート接触面の密度を調整する。2、サポート Z 間隔を調整する。3、サポート XY 間隔を調整する。4、最強の設定はこれ、最終調整をした結果。5、もっと品質を良くできる専用サポート材。以上5つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のサポート接触面の密度を調整するを解説していきます。接触面とはモデル部に接するサポート部のことです。接触面はモデル部のすぐ下にあります。画面の深緑色の部分です。例えばここより低い層の全てを高密度にしてしまうとプリント時間が長くなったり材料費を無駄に使ってしまいます。そこでモデル部と接する場所のみ高密度にすることでコスパが良くなる上にモデル部の底面を安定させることができます。バンブースタジオでは初期値の間隔は 0.5mm になっています。この値を仮に 0mm にすると密度は 100% ということになります。今回は 0mm、0.5mm、1mm の3パターンをプリントして比較してみたいと思います。ちなみにキュラであれば3本線をクリック、表示項目を全てに変更します。これで表示項目が増えます。ジェネレートサポートにチェックを入れます。サポートが有効化されます。イネーブルサポートルーフという項目にチェックを入れます。そのままサポートルーフデンシティの値を変更します。キュラはパーセンテージで設定するようになっていて、初期値は 33% になっています。100% にすれば塗りつぶされます。続いてクリアリティプリントの場合はまずサポートタブをクリックします。続いて詳細パラメータボタンをクリックします。トップインターフェース間隔の値を変更します。クリアリティプリントはバンブースタジオと同様、初期値は 0.5mm になっています。こちらも 0mm に設定すれば密度は 100% となります。ではバンブーラボ A1 を使って 0mm、0.5mm、1mm の3パターンをプリントします。まずは初期値の 0.5mm でプリントしたのがこちらです。剥がしてみると問題なく剥がれてくれます。0.5mm の間隔で設定しているので接点面を見てみるとこんな感じで多少の隙間が空いています。モデルの底面部も特に負荷もなく問題なさそうです。続いて 1mm でプリントしたものです。見た目はあまり変わりません。剥がしてみるとこんな感じでよりスカスカになっています。剥がしやすさは 0.5mm とあまり変わらない感じでした。モデル部の底面部を見てみると初期値の 0.5mm とあまり違いはなさそうです。続いては 0mm でプリントした場合です。さっきよりはもう少し剥がしにくくなるかなと思ったんですが、実際にやってみると全然問題なく剥がれてくれました。むしろ剥がす際にパキッとまとめて取れる感じがあります。底面部の造形線は安定していて結構いい感じです。底面部の仕上がりを比較してみます。そこまで大きな違いはありませんが、よく見ると造形線の歪みは 0mm が一番少ない気がします。モデル形状にもよりますが、この感じであれば常に 0mm にしてプリントしても良さそうです。それでは2つ目のサポート Z 間隔を調整するを解説していきます。続いてはモデル部とサポート部の Z 間隔を調整していきます。ご存知の方は多いと思いますが、モデル部とサポート部の接点部は少しだけ空白ができています。もし仮に空白層がないと樹脂が密着してしまいサポート部が剥がれなくなってしまいます。そこでスライサーソフトにはこの空白部分をどれくらい開けるかという調整項目があります。スライサーソフトによって項目名が違い、例えばトップ面との Z 間隔や Z 距離と呼ばれています。海外製のソフトがほとんどなので強引に和訳されていることも多いですね。
では調整の仕方ですが、バンプースタジオの場合、まず高度な設定のトグルをオンにします。続いてサポートタブをクリックし、サポートにチェックを入れます。トップ面との Z 間隔の値を変更すれば OK です。キュラであれば、まず3本線をクリックし、オールを選択します。ジェネレートサポートにチェックを入れます。サポート Z ディスタンスという項目があるので、その値を変更します。初期値は 0.2mm です。また、クリアリティプリントであれば、画面右側にあるプロセス部のサポートタブをクリックします。続いて、詳細パラメータ表示ボタンをクリックします。これをオンにすると表示される項目が増えます。サポートを有効するという項目にチェックを入れます。トップ Z 距離という項目があるので値を変更します。初期値はこちらも 0.2mm になっています。では今回はバンブーラボ A1 でいろいろ試していきます。トップ面との Z 間隔の初期値は 0.2mm になっているので、まずはこのままプリントしてみます。それでは出来上がったものを剥がしていきます。特に問題なく剥がすことができますね。当然ですが適正に調整されています。底面を見てみるとこんな感じです。いい感じに仕上がっています。続いて 0.3mm に変更してプリントしてみました。0.2mm よりも隙間が多く確保されています。隙間がより空いた分とても剥がしやすくなっています。ただ一方で接触していた面の造形線がやや不安定気味です。続いて 0.1mm にしてプリントしたものを見ていきます。先ほどよりも隙間が狭くなっていることになります。サポートを剥がしてみるとモデル部にしっかり密着しています。ニッパーで取れば問題ないレベルですが、手では全て取りきれませんでした。それぞれの底面部を比較するとこんな感じです。0.3mm 空いてしまうと造形線がやや歪んでしまいますが、反対に 0.1mm のように狭すぎるとサポートが結構剥がしにくい感じになります。中間値およそ 0.15mm から 0.25mm あたりで調整するのがいい感じです。こんな感じで Z 間隔の調整は剥がしやすさと接点部の仕上がりに大きく影響しました。PLA フィラメントでは初期値で問題ないことが多いですが、 3D プリンター、スライサーソフト、フィラメントの違いによって微調整が必要になることもあります。ちなみに専用サポート材を使う場合はここの値を 0mm にすることができます。サポートをしっかりこだわりたい方はこちらを使うこともおすすめします。専用サポート材については別の動画にしていますので、そちらも参考にしてください。それでは3つ目のサポート XY 間隔を調整するを解説していきます。続いては XY 間隔の調整になります。先ほどは Z 間隔、高さについて調整しましたが、次は左右奥行きの調整になります。Z 間隔よりは影響は少ないように思いますが、傾斜のある形状の場合はこの XY の調整も大切になってきます。では調整の仕方ですが、バンプースタジオの場合、まず高度な設定のトグルをオンにします。続いてサポートタブをクリックし、サポートにチェックを入れます。日本語だと水平間隔、英語だとサポートオブジェクト XY ディスタンスという項目の数値を変更します。初期値は 0.35mm になっているので、隙間を狭くしたい場合は値を減らし、広げたい場合は値を増やします。キュラであれば、まず3本線をクリックし、オールを選択します。ジェネレートサポートにチェックを入れます。サポート XY ディスタンスにチェックを入れます。機種、スライサーによって値にばらつきがあります。今回のキュラの例では初期値は 0.84mm になっていました。また、クリアリティプリントであれば画面右側にあるプロセス部のサポートタブをクリックします。続いて詳細パラメータ表示ボタンをクリックします。サポートを有効するという項目にチェックを入れます。サポート XY 距離で値を変更します。そして今回はバンブーラボ A1 で 0.45mm、0.35mm、0.25mm と値を変えたものをそれぞれプリントしてみました。まずはモデルとサポートの XY 間隔を 0.35mm にしてプリントしたものを見ていきます。テンプレート初期値なだけあって問題なく割とスムーズに剥がせます。接点部も標準的な仕上がりでいい感じです。続いてモデルとサポートの XY 間隔を 0.45mm にしたプリント結果です。先ほどよりも隙間は広く確保されていることになります。もう少し剥がしやすくなるかなと思いましたが、意外と先ほどの標準設定とあまり変わりません。接点部も 0.35mm とあまり違いはなさそうです。続いてモデルとサポートの XY 間隔を 0.25mm により狭めてプリントした結果を見ていきます。こちらは剥がしにくくなるのかなと思いましたが、そうでもなく先ほどとあまり変わらない感じがします。接点部もやはりそこまで違いはありません。それぞれ接点部を比較したものです。どれもほとんど違いは見られませんでした。もっと値を大きく振れば違いが出てくるかもしれませんね。
ただ XY 間隔に関してはこの程度ではあまり変化はないようです。それでは4つ目の最強設定はこれ、最終調整をした結果を解説していきます。これまでの結果からそれぞれの良さそうな設定値を加味してプリントしてみます。まずトップ接触面間隔、つまり接触面の密度は意外と剥がしやすかったので仕上がり重視で 100% にします。設定値で言うと 0mm にします。続いてトップ面との Z 間隔、つまりモデルとサポートの隙間は 0.2mm よりももう少し詰めれそうだったので 0.15mm にしてみます。続いて XY の間隔はどの値でもあまり違いはなかったので仕上がり重視で 0.25mm を使います。プリントした結果はこんな感じです。接触面はそこそこ密着しています。そのためそれより下の層が先に取れていきます。仕上がり重視にしているので初期値と比べてやや剥がしにくい感じはありますが問題なく剥がせました。接触面を見てみると造形線は歪んでおらずめちゃくちゃ綺麗です。接触面をデフォルトの設定のものと見比べてみます。調整後の方が線がくっきりしているのがわかります。見比べてみると結構な違いが出るのがわかりました。今回の例では以上のような結果でしたが、モデルの形状によってはやや取りにくくなるという可能性がありますので注意は必要です。それでは5つ目のもっと品質を良くできる専用サポート材について解説していきます。先ほどもご紹介した通り、専用サポート材を使うとめちゃくちゃ簡単でかつ仕上がりを良くすることができます。詳しくはこちらの動画を見ていただきたいのですが、その動画内ではコストパフォーマンスが良くないとご紹介しておりました。どういうことかというと、バンブーラボの専用サポート材は 500g で6880円で販売されていて結構割高です。確かにサポート部を全て専用サポート材で賄ってしまうと消費量が増えコストパフォーマンスが悪くなってしまいます。ところがバンブースタジオにはモデルと接触する面だけに専用サポート材を割り当てる機能というのがあります。その機能を使うとモデルと接触するサポート部以外には PLA などのモデル材で賄えるのでコストパフォーマンスが劇的に良くなります。設定のやり方は専用サポートフィラメントを認識させた状態でサポート、ラフト、インターフェースを専用サポート材に変更すれば OK です。スライスして確認してみるとモデルと接触する面だけに専用サポート材が割り当たっているのが確認できます。この白い部分ですね。専用サポート材を使ってプリントするとこんな感じになりました。実際にサポート材を取り除いてみるとめちゃくちゃ簡単に取れます。簡単に取れすぎて吹っ飛びました。そして接触面を見てみるとスカスカな感じは全くなくとてもいい感じです。このやり方だと専用サポート材は 12g しか使わずに済むのでコスパがとてもいいです。サポートを対応される方には一つ常備しておくことをお勧めしたいです。いかがでしたでしょうか？今回は自己満足でダラダラした動画になってしまったかもしれませんが、調整を加えることで違いが起きるということを確認することができました。何か一つでも参考になれば幸いです。なお、本動画でご紹介した機器、備品、関連動画の情報は概要欄に掲載しておりますので、よろしければ参考にしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。